皆さんこんにちは。菊の丸ガレージにようこそ。車バイクをきれいにするのが大好きおじさんのお時間がやってまいりました。で、前回屋根をきれいにしてすごく気分が上がってるんですけども、今日めちゃくちゃ寒いです。寒の戻りですね。外国人の方、寒の戻りってわからんと思うんですけども、春先になって暖かくなってきたのに、また冬のように寒さが戻ることを寒の戻りと言います。で、今日風も強いし、作業するにはあんまり好ましくないのですが、ご覧いただいている A ピラー、B ピラーのパネルがかなり傷んでいるので、これをきれいにしたいと思います。目指すは漆黒の仕上がりです。どうぞ楽しみに最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。窓枠のモールを外します。ゴムモールを外そうとしましたが、硬くて外れません。ベンチを使います。ゴムを傷めないようそっと引っ張ります。パネルを固定している2個のトルクスレンチを外します。 T10 号です。ネジをドアの中に落とさないよう慎重に外します。パネルは後ろにスライドさせ、引き上げると外れます。間違ってオートウィンドウを作動すると、最悪ウィンドウレギュレーターの爪を折ってしまうらしいので、ゴムモールを元の位置に戻します。囲んだ部分が折り返しになっているので、後方にスライドすると外れます。前方のゴムボールはラジオペンチで外します。A ピラーのパネルも2個のトルクスネジで固定されています。前のパネルにゴムモールが挟まっているので、後方にスライドして引き上げます。ゴムボールは元の位置に戻します。助手席側も同様に外します。4枚のパネルが外れました。右側 B ピラーのパネルが一番傷んでいて、塗装が剥がれています。よく見ると錆が発生しているようです。実はこのパネルは鉄製で磁石がくっつきます。240番で磨きます。水で湿らせたスポンジで拭くと、サンドペーパーの目詰まりの解消になります。表面に引っかかるところがないか手で確認します。 OK です。残る3つのパネルも磨きます。240番終了。一番傷んでいたところは塗装がだいぶ剥がれました。ここに指で触ると分かる段差があります。その他は
ほとんど塗装が剥がれることなく240番の研磨が終わりました。次は240番から400番に交換して磨きます。400番が終了しました。塗装と金属の境が指で触ってもわからないぐらいになってきました。次は800番です。800番の研磨が終了しました。一番傷んでいたパネルです。この後脱脂して塗装しますが、この一番傷んでいたパネルだけ金属の露出部分が多いのでプラスアクを塗装します。シリコンオフで脱脂します。プラスアフの塗装が終わりました。よく見ると金属面と塗装面の間のざらつきが分かります。プラスアフを吹くとこういったざらつきが分かるようになります。でこれからこのざらつきをなくすために1000番で溶いてプラスアフを塗ってという工程を繰り返します。1回目の研磨が終わりました。2回目塗ります。少しざらつきが見えます。削ります。2回目の研磨が終了しました。指で触ってもざらつきは全然わからないのですが、ポツポツが見えると思います。これが黒色塗装した時に表面に出てくるので、もう一層プラスアフを塗ります。3回目の研磨が終わりました。少しポツポツとざらつきの跡が見られますが、もうここまで来れば塗装すると分からなくなると思うので黒色で塗装します。脱脂します。2液ウレタン塗料で塗ります。3回の重ね塗りが終わったので仕上げのクリアを塗装します。塗装が終わったので取り付けます。以前に塗装したパネルを養生します。
パネルが入りやすいように下のモールを持ち上げて隙間を作ります。今回塗装したパネルも傷がつかないよう養生しました。下に差し込みます。パネルの前方にゴムモールをしっかり差し入れます。窓枠のモールを押し込みます。硬くて入りません。ハンマーで叩きましたが入りません。潤滑剤をスプレーします。ゴムの隙間にヘラを差し込みます。やっと入りました。ネジで固定します。ドアミラーが邪魔ですんごく作業がしづらいです。もう一つ固定します。ゴムモールを取り付けます。ヘラで丁寧に押し込みます。これをしっかり取り付けないとウィンドレギュレーターを壊す原因になります。後方パネルを取り付けるために下のモールを持ち上げて隙間を作ります。パネルを取り付けます。下のモールを押し込みます。こちらはスムーズに入りました。ガラスが通る隙間をヘラで塞ぎます。ここにネジを落とすと取り除くのが大変です。固定します。ゴムモールを丁寧確実に差し込みます。窓枠のモールを取り付けます。ウィンドウを少しずつ引き上げます。ぐらつきがないか確認します。ウィンドレギュレーターを壊すことなく取り付けが完了しました。せっかくなのでラバープロテクタントでゴムモールを保護します。真っ黒になります。完成しました。ピラーパネルの塗装が終わりました。塗装を評価すると、風が強かったのでどうしてもゴミを噛んでしまっています。それでもね、塗装自体は綺麗にできていたので、本来はこれ研磨してやるとゴミの跡も目立たなくなって綺麗になるとは思うんですけども、せっかく綺麗に塗装できているのであえて磨くことはしませんでした。手抜きですね
次の作業としましては、まだこれきれいにするところいっぱいあるんですよ。今回のでこう気になってたところがまた一つ消えたので、気持ちは非常にアゲアゲですけども、引き続きどんどんきれいにしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてこの続きをご覧ください。グッドボタン、それにハイプお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。